始まったかな？始まりましたかね？始まうん、始まりましたね。よし。はい、皆さんこんばんは。とくたび TV の徳富です。今日は10月22日、いつものように9時半からスタートしました。いつものようにというか、前までは10時スタートだったんですけれども、最近ちょっと21時30分、30分早めてみました。さあ、というわけで、今日も早速お話に入っていきましょうかねと。その前に、あれですね、先週末は、インドネシアと、ベトナムか。うん。前回の、ライブ配信でも、イベントありますよというようなお話ししましたけれども、代々木公園で開催されたイベントですね。インドネシアとベトナム。この2つの国についてのイベント行ってきました。インドネシアは、かなり大規模でお店もたくさんあって、たくさんの人が来ていました。で、ベトナムは僕が見た限りではすごくお店が少なくて、なんかね、ちょっと寂しい感じではありましたね。もしかしたらね、別のところにもあったのかもしれないですけれども、僕が確認した限りでは、インドネシアのイベントがかなり楽しかったです。タイのイベント日曜日、方南町の方であったのですけれども、そちらはちょっと行くことはできませんでした。さて今日も気になるイベントを紹介したいと思います。まずこちらですね。最近のライブ配信のテーマはチェコとなっています。で、そのね、チェコに関するイベントが今週末ですね、これ大阪の堺で開催されます。チェコフェスティバル2024。10月25日金曜日から26、27日曜日までの3日間、入場無料で開催されます。いろいろなね、食べ物とか、あと雑貨とか、その他企業ブースとか、あとチェコの観光局のブースなどなどがありますので、関西方面の方でチェコに興味がある方は、ぜひぜひ顔を出してみてください。イベントのね、イベントの URL、ちょっとね、チャットの方に流しておきました。興味がある方は、後ほどこちらを参考にしてみてください。関西です。大阪でチェコフェスティバルが開催されます。でね、あとね、もう一つ、ちょっとね、面白いものを見つけましたので、こちらはね、東海汽船という、船の会社、東京の竹芝桟橋から、あと東京の島の方に行く船を運航している会社です。で、そこでね、ミステリー切符、当日、切符を買いに行く、その場じゃないと行き先がわからないという切符発売していまして、日帰りですね。22時に東京を出発して、で、一晩かけて、例えば大島、伊豆大島まで行って、で、伊豆大島着が6時か。そして、その日のうちの大島発14時半の船に乗って東京に帰ってくるというような日帰りプランです。5800円ですね。そう。で、出発当日に窓口に行って切符を受け取るのですけれども、そこで初めて行き先がわかるという面白い切符があります。実は、これ僕は以前行ったことがありまして、これもね、一応ね、チャッ
トの方でも流しておきますけれども、後で概要欄にも貼っておきます。そう前回は、これ去年の12月に僕行きまして、その時は伊豆大島だったんですよ。ただね、その時なんかね、天候の関係で全員伊豆大島だったっぽいんですね。で、その他伊豆大島以外だと、利島、新島、式根島、神津島というような選択肢があります。どこかの島に飛ばされると。で、一番遠い神津島だと現地滞在30分で帰ってこなくちゃいけないというようなプランになっています。で、これをね、またね、ちょっと行きたいなというふうに最近思っていまして、自分のスケジュールと、あと天気予報、週間天気予報をにらめっこしてどこが最適かなというふうに今考え中です。11月の21日木曜日出発分までありますので、どこかのタイミングで行ってみたいなというふうに思っています。で、それぞれの島の、例えば、伊豆大島だと現地滞在が、ちょっとちっちゃくて見えないぞ。伊豆大島の場合の現地滞在時間が8時間30分。で、利島の場合の現地滞在時間が5時間10分。新島だと3時間20分。式根島だと2時間20分。神津島だと30分。というようになっています。でね、前回の12月に、昨年12月に僕は伊豆大島の方に、このミステリーキープで飛ばされていますので、現地8時間30分だとね、すごい時間あるんですよ。で、レンタサイクルを借りて、島走ったりして、あと温泉を2カ所入って、あと食事もね、朝ごはんとお昼ご飯と、あとカフェ休憩もできました。カフェっぽいとこ2つ行ったのか。8時間だとね、すごいやることたくさんあります。そう、でも、利島の5時間10分だと、利島の場合には、利島自体になんかそんなに観光ポイントがないので、5時間10分ちょっと持て余しちゃうかもしれませんね。で、新島とか式根島だと、なんか温泉があるっぽいんですよね。あれ式根島温泉あるかな温泉ありますね。そう、このどちらかだったら、新島か式根島だったら、温泉に入りに行くというのが目的となります。多分ね、水着着用の温泉ですね。神津島の場合には滞在時間30分なので何もできないと。到着して、下船して、また船に乗るっていうような感じになると思います。ほとんどね、港のところで、神津島の場合、港2つあるのですけれども、1つの方だとお土産屋さんなどもあるのですが、もう1個の方だともう本当に何にもないです。神津島1回僕行ったことあるんですけれども、その時は飛行機で、調布から飛行機で行きました。でね、ちょっとね、またこの行ったら、神津島に当たったら、ちょっと美味しいかなというようにも思っちゃっています。さあ、というような感じで、気になるイベント紹介はここら辺ですね、かね。最初に紹介したチェコのイベント、さすがにこれ僕は行けません。で、ミステリーキープですね。どこの島に飛ばされるか、5つの島のいずれかに飛ばされるというミステリーキープ、11月21日まで、11月21日出発分までありますので、どこかで行きます。宣言しておきます。さあ、というところで、イベント紹介はそこら辺にして、チェコの話に、今日のメインテーマに入っていきましょう。この旅は2016年、今から8年前ですね。12月5日から13日まで7泊9日の旅でした。チェコ政府観光局
から招待されまして、ブロガーツアーという形で、僕は当時、旅のブログ、旅をテーマにしたブログを書いていまして、その関連で招待していただきまして、現地の滞在費、そして交通費などなど、すべてチェコ政府観光局持ちで、チェコに行かせていただきました。現地の個人的な買い物は自腹です。それ以外は全部出してもらっています。さあ、そんな7泊9日の旅の3日目の様子をお話ししたいと思います。この日はプラハですね。まずは、全体のツアーの始まる前に、一人で朝早くからプラハの街に出まして、路面電車撮影ですね、朝練しています。プラハの街にはすごいたくさん路線がありまして、東京の場合には、都電荒川線、1路線だけですけれども、プラハはむちゃくちゃたくさんあります。ちょっと歩けば路面電車がある、というような感じで人々の足になっているというような交通機関ですね。そして、このような新しい車両、そして古い車両、多分これは昔からのやつじゃないかなと思いますね。で、この線路をメインに取ってるんですけれども、これ見てもらってもわかりますよね。この左右に、この画面左右、手前の方の左右に線路があって、そしてさらにこの奥の方からこっちの方、手前の方に来て、そしてぐるんと曲がって、この左右のところに合流するというような形で、とにかく路線がいっぱいありました。ここで映っているのは、この右の手前に映っているのは、これきっと旧共産圏時代の古い車両だと思います。そしてこれ見ると、3編成映ってるの分かりますかね。こんな朝早く、まだ、日の出前ですよね。6時台だと思います。そう、そんな時間帯からたくさんの電車が走っていると。そして、道が石畳なんですよね。で、その向こうに、ちょっとね、文字で隠れちゃっていますけれども、路面電車が走っていると。で、石畳は見る分にはいいのですけれども、これ実際歩くと結構歩きづらいです。スーツケースなんて転がすと大変ですよね。さあ、そして、朝食の時間です。僕は、これまでのライブとか、あとメイン動画のところでも、お話ししてるかもしれませんけれども、一般成人男性の食事量からすると、ちょっと少なめです。なので、これぐらいでもね、もう十分です。お腹いっぱいになりすぎちゃいます。むしろ食べ過ぎかなというぐらいですね。普段の家でのご飯はこんなに多くないです。さあ、そして、いよいよツアー開始ですね。この日最初、朝から午前中からプラハ城に向かいました。これはそのプラハ城に行くまでの車の中から撮影しているものです。これバックがね、背景がプラハ城で、そして手前の方に路面電車が走っていると。これおそらくね、あの、鉄オタの人、現地とか、現地だけじゃなくて、こういう路面電車ファンの人、日本の路面電車好きな人も、ここ、すごい人気の撮影スポットだと思います。歩道から撮ればね、同じような感じで、お城バックの路面電車が撮影できます。さあ、だんだんお城に近づいてきました。これは衛兵の交代ですね。衛兵の交代式。これはね、毎政治、つまり11時とか12時とか13時とか、そういう、ぴったしの時間のところで衛兵の交代が行われます。そう、タイミングよくこれ見ることができました。そう、こんな感じでね、銃を持った人が門番として立っています。
イギリスとかでもこういうとこ、確かありますよね。人気の観光スポットですよね。プラハも同じように衛兵式はなかなか魅力的なものだと思います。そう、00時です。マイセージです。さあ、そして、プラハ城の中に入りまして、まずは、聖ビート大聖堂というところを見学します。教会です。こちらがチケットです。そう、この教会、この手前の方で、2つ、塔があります。この塔の高さは82メートルだそうです。そして、いろいろと、もう中も素敵なんですけれども、外側にも様々な装飾がありまして、これガーゴイルですね。このガーゴイルは、実は、雨どいなんだそうです。で、この口の部分から雨の日は雨水が垂れ流し状態になると。で、この日は晴れているので、そのシーンは見ることはできませんでした。さあ、中に入っていきましょう。聖ビート大聖堂です。もうね、すごい綺麗なんですよ。日本で教会の中に入る機会なんて、そうはないです。多分これまで日本にある教会に入った経験って多分本当に数えるほど、1回、2回、3回、パッと思いついたので3回か。それぐらいですね。で、このチェコのプラハの聖ビート大聖堂、もちろんキリスト教関係者だけでなくて、観光客も先ほどのチケットを買えば、入ることができます。見学することができます。で、ちなみに、ここで紹介している写真はすべて僕自身が撮影したものです。8年前の時には、ほとんどというか、ほぼ動画の撮影はしていないので、写真ばっかり、撮っていましたので、こういうね、ライブでね、スライドショー的なものでお話をしています。ステンドグラスもね、あちこちにあるんですよ。で、このステンドグラス、あれこれミュシャかな。ミュシャのステンドグラスの写真も撮ってたんですけど、ちょっとこれなのか、これなのか、忘れちゃったのですけれども、そう、ミュシャの作品もあります。そしてステンドグラスだけでなくて、このような彫刻ですね。これかな？これっぽいな。多分ミシャ。多分です。これ僕好きでした、この彫刻。そして、教会は礼拝の場ですので、たくさんの聖書が用意されていました。そう、このようなね、聖ビート大聖堂、すごく素敵な場所だったのですけれども、実はここで事件が起こりました。参加者の、ブロガーの方の一人の人がここでね、なんとね、パスポートを掏られちゃったんですよ。カバンにいたもの。後ろにしてたんですね、撮影をしている時に、肩掛けカバンを後ろにしていたと。お尻側にかけていた。普段多分前側にしていたと思うのですけれども、後ろ側にしていたらその隙を突かれて取られちゃったというような事件がありました。で、そのパスポートは出てこなかったのですけれども、たまたまね、その方がね、ものすごく英語が堪能な方で、そういうトラブルがあったとしても、その現地の警察とか、あと日本大使館での手続きとか、そのね、言葉がちゃんとできる方だったので、もうスムーズに行って、7泊9日の旅の最終日にちゃんと一緒に日本に帰ってこれています。なのでね、こういうね、チェコでもね、人気の観光地だと、チェコは割とね、治安がいいという風に言われています。僕も聞いています。夜ね、一人で歩いていても、そこまで危険を感じるほどでもないかなというように、僕自身も思いました。さっきもね、早朝でね、暗い中僕も一人で歩いていたんですけれども、それでもね、
観光地であると、やはり、スリ出ます。旅慣れた方でも、ちょっとの隙を突かれて抜かれてしまうことがありますので、ぜひぜひ、チェコに限らず、皆さん気をつけていただきたいと思います。カバンはね、自分の後ろに持っていかないと。自分の目の届く範囲で、必ず前側にカバンはしておくというように、していただければと思います。僕自身もね、そんなにたくさんの海外経験があるというわけではないのですけれども、カバンのね、位置にはものすごく気をつけています。今年2回タイに行きましたけれども、もう絶対にね、カバン、自分の後ろ側にはしないと。前にやると。そして全部のチャックは閉めておく。でね、大切なものは、カバンのメインのチャックを開けて、で、さらにその中に小さな、入れるとこがあって、そこもチャックがあって、そこを開けないと取ることができないと。パスポートとか、日本円が入っている、クレジットカードが入っている財布はそこに入れていました。基本は、カバンは前。これ徹底していただければと思います。整備と大聖堂の見学の後は、お城の中を歩いていきます。これね、お城の上の方の展望台部分というんですかね。そこからプラハの街を眺めています。プラハの街は、チェコの首都ではありますけれども、そんなに高い建物、近代的なビルディングがあるというわけじゃないんですよね。こうしてみると、何階建てだろう、一番高いので。1、2、3、4、4階とか5階とか、それぐらいの建物が、ずっと向こうまであると。で、右側にこの塔がありますよね。あれがテレビ塔です。2日目、この旅の2日目の夜ご飯は、下にあるレストランに行きました。このライブでは特にその話しなかったかな。食事がそんなに印象的じゃなかったので、カットしちゃいました。ライブでは。で、お城の下の方は、もうこれは本当に中世の街並みですよね。今が一体何年なんだと。これ撮影したのが2016年です。今から8年前のことです。これ1900年代初めの頃の景色というふうに言われても、AI で着色したと言われても、信じちゃうかもしれないですね。遠くに、これは何の教会だかわかんないですけれども、高い建物は、ランドマークとなっているのはこの教会ですね。そして、この高台部分には、スタバがありました。スタバがあっても、やっぱりね、この景観に合わせた作り、デザインになっています。で、このスタバがね、もう世界一眺めがいいというふうに言われているような場所で、ここ、コーヒーとか買うのはこの下の方にあるのですけれども、この上の部分がテラス席になっていて、先ほどのような眺めが見られると。コーヒー飲みながら。そんな素敵な場所でした。このね、ヘリの部分に座って写真を撮るというようなことが流行っているようです。お城の見学はそこら辺にしまして、お城からだんだんと降りて、下界の方に降りてきました。ここがジンジャーブレッド博物館。チェコではクリスマスシーズンになると、各家庭でジンジャーブレッド、お菓子ですね。クッキーのようなものです。これを各家庭で作ったり、あとお店で売っているものを買ったりするそうです。それで、ここの博物館では、そんなジンジャーブレッドの制作体験をすることができます。これが、最初のものですね。ここに、自分で絵付けをしていくと。こちらが先生です。で、これがお手本ですね。こんな感じでね、綺麗に描いていけたらいいのですけれども、こういう、お菓子作りの時のホイップクリームでこうやって塗ったりしますよね。イメージです。で、いろいろなものがこの中に、いろいろな色が
この中に入っていて、こう自由に自分の好きな色を、このクッキーのジンジャーブレッドのところに描いていくことができるということですね。こちら僕が描いたものです。僕はとっても絵心がなくて、多分ね、学生時代、中学校時代に唯一5段階評価のうちの2を取ったことがあるのが美術です。その頃からね、絵の技術は全く上がっていないので、多分ね、小学生が描いたようなジンジャーブレッドになってしまいました。そう、こういうのをね、自分で好きなようにデザインすることができます。これは市販のものです。ジンジャーブレッド博物館で売っているもの。そう、こんなね、素敵な感じのものがね、たくさん売ってるんですよ。で、小さいサイズだけでなくて、こういうね、大きなサイズ。多分これはクリスマスシーズンは飾っていて、そしてクリスマスシーズンが終わったら、もしかしたら最中かもしれませんけれども、こう食べていくというような形なんだと思います。さあ、そしてジンジャーブレッド博物館を出た後には、カレル橋に行きました。チェコの観光、プラハの観光といえば、先ほどのプラハ城、セイビー島大聖堂、そして、それに並ぶのがこのカレル橋だと思います。ブルタバ川に架かる橋です。橋渡ってるとあんまり橋の写真が撮れないんですけれども、これ橋からの眺めですね。これは、ちょっとね、これ見えにくいかもしれませんけれども、これ橋がね、2本映っていて、奥の方が、最初の頃で、プラハ城バックの路面電車の撮影をしたところじゃないかなと。ここかな？奥の方ですね。緑の橋ですね。さあ、そしてカレル橋を渡ったところで、プラハ城を撮っています。そしてカレル橋の橋の上には、様々な彫像や、そしてこういうね、ストリートミュージシャンの方などもいて、あとパフォーマンスしている方などもいて、すごいアートの空気がある橋でしたね。いい眺めですよね。さあ、そしてカレル橋から次は、歩いてフードツアーというところに行くのですけれども、その途中で、僕はみんなが歩いているとき、ツアーの最中でも好きあらば撮り鉄をしていました。これ、面白いですよね、この風景。日本には多分ないんじゃないかなと思います。もともとの建物があって、これくり抜いたんですかね。それとも路面電車に合わせて建物を作ったのかな。ちょっとどっちかわからないですけれども、建物の1階部分がこうトンネル状になっていて、路面電車を通しています。そしてね、これね、パンタグラフがグイーンって下がってるのがわかりますかね。最初の方に、通常はこれすごい高いんですよ。架線、電線部分は道路の高いところにあります。高いところに設置されています。で、そこに届くぐらいパンタグラフが高く設計されています。そう、路面電車なので、この電線部分が低いところにあると、車が引っかかっちゃう可能性、トラックが引っかかっちゃう可能性があるので、できるだけ高くしています。そう、でも、この建物のトンネルのところは、低くなっていて、で、ここの下を通るときは、このようにパンタグラフがこうギュッと潰されると。で、出てきたらまたこれが上がっていきます。これ動画で撮ってても面白かったでしょうね。今だったら絶対動画で撮っていますけれども、当時は動画撮っていなかったので、写真のみ。で、これからくり時計ですね。さあ、そしていよいよフードツアーの始まりです。プラハの美味しいものを食べ歩くというツアー。
8年前に行ったものではありますけれども、現在でもこういうツアーは開催されています。多分日本でも、こういうね、フードツアー、食べ歩きツアーというのはきっとあることでしょう。今ではいろんな観光地でこのフードツアーあると思います。こういうのに参加すると、自分でお店を探さなくても、いろいろと美味しいお店紹介してくれるので、結構穴場な、おすすめの、僕としてはおすすめのツアーですね。さあ、で、プラハの街を食べ歩きしていきます。まずは、コーヒーのお店でしたね。プラハの人々、割と、やっぱりね、背高くて、割と細身でスタイルが良くて、そして、かっこいい感じの男性だったり、綺麗な女性だったりというのがすごく多かったですね。とても写真映えする人々ばかりでした。で、これは街中で、なんかフィンガーフード的なものをいただいているところですね。これがね、僕好きだったんですよ。このパンの上にこれお肉が乗ってるやつ。前回 ?2 日目その2のところで、多分ね、この形ではないですけれども、生の肉がボンってあって、それを、パンに乗せて食べるというお話をしたんですけれども、多分それですね。同じやつですね。これむちゃくちゃ美味しいです。そしてこれが、いわゆるパブか。ビアパブ。もう地元の人がね、たくさん集まってるんですよ。昼間っから。みんな飲んでるんですよ、ビール。そんな中でビールをいただいてきました。ただ僕はね、ビールというかお酒を飲まないので、だけれどもやっぱり雰囲気を味わうために、この場では、ビール一杯いただいてきました。一杯って言っても、ちょっとだけですけれども。で、ただそのね、ビール飲んだんですけれども、僕が飲んだのはね、この右側のやつですね。ミルコというもので、泡がたくさんある。まるでミルクのような見た目のビールということでミルコっていう名前なんじゃないかと思います。泡だらけです。全部泡です。これ飲むと口の周りが白くなる。面白いビールですね。こんなビールもあります。さあ、パブの後は、今度はね、ワインバーのようなところに連れて行ってもらいました。なんかね、地下室のようなところで、これ実際に地下室じゃなくて、確かね、1階だとは思うのですけれども、ちょっと地下室っぽい雰囲気の、アングラっぽい雰囲気のところです。多分ワインを、きちんと貯蔵するために、そういう地下室的なデザインの場所になっているんだと思います。向こうにワインセラーもありますね。ここでチェコのワイン。チェコはビールだけでなくて、ワインも有名だそうです。ここでもね、ほんのちょっとだけ、一舐めだけ、僕もいただいてきました。ディーバさん、こんばんは。いつもありがとうございます。チェコは、ビールだけでなくて、ワインも美味しいと。そして次の場所に移動するときですね。これは、なんかデパートだったかな。デパートのような場所です。ここにね、これがなんだかわかりますか皆さん。実は、これエレベーターなんですよ。エレベーターなんですけれども、通常のエレベーターは、下からもしくは上から箱が移動してきて、その階に止まって、ドアが開いて、中に入って、ドアが閉まって、また移動していくというような形だと思うのですけれども、このエレベーターは止まりません。そして、ドアもありません。どんな感じなのかというのは、これはね、動画撮ってありますので、ぜひご覧ください。このように、
延々とこれ動いてるんですよ。あ、でもどうぞお願いしようかな。まるでね、この円を描くかのようにぐる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 とこう箱がこういう風にこういうイメージです。こういうイメージで写真でいいですか？ムービー。延々と移動しています。そうで、はい、始めます。こう乗れるぞという時にポンと乗り込んで、そして降りる時もタイミングを合わせて降りると。そうこんなねエレベーターがあります。いやこれ最高にこれ普通にビデオとか日本に多分ないですよね。チェコ以外の国でもあるのかな。チェコに多分何箇所かあると思うので、プラハに市役所にもある。あ、これ降りるとき躊躇していたら降り逃してしまって下の階に行ってしまうという大変なことになります。これ面白いですよね。そう、こんなエレベーターがありました。さあ、フードツアーの続きです。また、スキアラバ撮り鉄。あ、これ、パンタグラフ見てください。高いですよね。で、さっき建物のトンネル状の部分を通るときには、ギュッと押しつぶされていました。多分これ新型です。そう、こういう古い車両、多分これは共産圏時代からのもうあれば、新しい新型車両もある。そしてこれはなんかドーナツっぽいやつですね。中にクリームがあって、こうナイフでポンと切って食べるというようなものでした。これ美味しかった記憶はありますね。さあ、フードツアーもいよいよ佳境に入ってきます。夕暮れになってきました。で、このツアーの最中に、基本は歩いて移動していたのですけれども、1回だけ路面電車に乗りました。これが路面電車のチケット。そして最後のお店。ここはね、今まではちょっとしたスイーツとかデザート的なものだったのですけれども、ここでは最後は夕食ということで、がっつり系の食事でした。これ厨房を見せてもらっています。上から、2階から1階の厨房を見下ろせるというようなものですね。そう、作っている最中も見学することができました。そして出てきた食事。これはチェコ料理でしょうね。もうね、この頃には、フードツアーでもう何軒も何軒も回ってるんですよ。がっつり食事はないけれども、ちょこちょこ食べていたので、お腹いっぱいなんですね。で、いろいろと料理出てきてはいたのですけれども、そんなに食べられなかったかなと。こういうね、僕甘いもの、スイーツ大好きなので、こういうケーキは食べました。さあ、そんな感じで、フードツアーを終えまして、今度はね、国民劇場という、オペラとかクラシックコンサートもあるのかな。基本オペラだと思うんですけれども、それが上演される劇場ですね。で、その館内見学ツアーというところに行ってきました。まるで映画の世界のような、この劇場の内部。このぐるーっとね、上の方の席、2階席は囲みの円形状になっていて、そして、この右側の方とか、これは、いわゆる個室状のものですね。そして、この国民劇場の屋上部分も特別に上がらせていただきまして、そこからまた撮り鉄と。で、間もなくここで上演されるということで、実際にオペラも見てきました。2階席、ここら辺から僕見たと思います。あれ1階席だったかな ?2 階席だったかな
左右のこう2階とか3階とか、そこにはこう個室ありますよね。お金持ちの人たちがきっとあそこから見るんでしょうね。そしてオペラを見終わって、最後歩いてホテルに戻る途中で、また撮り鉄と。もう本当に僕は好きあらば撮り鉄。これはいわゆる流し撮りという手法で撮影しているものですね。走ってくる電車に合わせてカメラを振るということで、この背景となるものが、こう、バーッとこう流れているように、ブレて映っていて、この撮りたい主体となるこの路面電車だけがポンとピンとあって浮き出ているように見える撮影方法です。そう、そんな感じでね、チェコ、3日目の夜が終わりました。もう本当に盛りだくさんの一日でしたね。で、次回は、またね、午前中はプラハ。そして、自由時間、プラハでほんのちょっと自由時間があって、その後別の街に移動します。で、そのお話はまた次回するとして、で、最初の方にお話をしました気になるイベントについて、また触れておきましょう。10月25日、今週末です。10月25日から27日まで、大阪の堺で、チェコフェスティバル2024が開催されます。美味しいチェコ料理、そしてビール、さらに可愛いチェコの雑貨などのブースがありますので、チェコに興味がある方はぜひぜひ行ってみてください。入場無料です。ただね、飲食する際にはそれは有料になると思います。で、あとね、もう一個ですね。東海汽船のミステリー切符。伊豆大島、利島、新島、式根島、神津島、どこに連れて行かれるかわからないミステリー切符というものが、11月21日までの、基本平日、月曜日から木曜日出発で発売されています。日帰りです。で、5800円、大人5800円、子供2900円。これね、二等和室という性質なんですよ。雑魚寝のゴロ寝の部屋です。でも、きちんとスペースは指定されていますので、自分の場所はちゃんと確保されています。そして毛布とか枕も用意されています。そう、そんなね、往復二等和室って書いてありますね。そんなミステリー切符がありますので、これね、チャットの方で流したYouTube の URL の方、僕がチャットに流しているので、上の方はチェコフェスティバルのものですね。で、下の方は2023年12月に行ったこのミステリー切符の動画です。僕が撮影したものですね。その際には伊豆大島に連れて行かれました。この切符今ちょっと狙ってるんですよ。僕のスケジュールと、あと天気予報を照らし合わせて、晴れの日を狙って行こうと思っています。皆さんも東京近辺の人、島に行ってみたいなと、たまには変な旅してみたいなという方は、ぜひこのミステリー切符にチャレンジしてみてください。というわけで、今日はメインのお話はチェコ3日目ですね。このチェコの旅というのは、2016年12月5日から13日までですね、7泊9日の旅でした。で、その3日目について今日はお話ししていきました。チェコはね、もしかしたらもう僕は行くことはない国かもしれません。最近ではね、ちょっとね、東南アジアにすごく興味があって、安く行けるっていうのもありますけれども、なのでね、ヨーロッパはね、これからの人生で果たして行くのかどうか、ちょっとわかんないですけれども、ちょっとね、チェコの旅をこうやって振り返っていると、やっぱり行きたいなという気持ちはふつふつと湧いてはきます。でもね、
とはいうものの、今年中にまたアジア、どっか行きます。行こうと計画中です。一つ目は台湾。台湾について今、勉強中です。台湾にはね、2011年、今から13年前に行きました。もう長らく行ってないので、全然台湾のこと、イメージないです。もうリセットされちゃったという風な感じだと思うんですけれども、今、いろんな人のブログとか動画で勉強中です。で、あともう一つはね、これ余裕があったらまたタイに行きたいなと、バンコク狙っています。8月と10月に行きましたけれども、やっぱりね、やり残していること、やりたいこと、まだまだたくさんありますので、バンコク行きたいなと。確実には行くとは言えないですけれども、行きたいなというふうに考えています。台湾はね、できれば年内に行こうと思っています。で、その前にミステリー切符ですね。ミステリー切符行くとき、電話で予約するんですよ。電話で予約をして、そして、竹芝桟橋に、東京の竹芝桟橋に行って、そこの窓口で切符を買うんですね。で、そこで切符手渡しされます。で、そこで初めて自分の行き先がわかるという仕組みになっているのですけれども、行くときには、その切符を買うところの前後、ライブ配信しようかなとも思っています。ということで、今日は、30分を目安にしているのですけれども、47分経っちゃいましたね。いっぱい喋っちゃいましたということで、チェコ3日目、そのチェコのお話、その3はここまでにしたいと思います。次回は22だから25日、金曜日の夜21時半にまた、お会いしたいと思います。メインのテーマはチェコの話、その4ですね。ということで、火曜日のライブ配信はここまでにしましょう。また金曜日にお会いしましょう。で、最後にもしよろしければ、グッドボタンポチッと押していただければと思います。そしてチャンネル登録まだされていない方がいらっしゃいましたら、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。では、また次のライブでお会いしましょう。おやすみなさい。さようなら。